背中や二の腕のお肉はカエル足で万歳すれば解決できます。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は気づいた時にはついていた背面全体のお肉を一気に解消する方法をご紹介していきます。特に前半解説をしていきます筋肉の機能的な連結。これを理解しておけば引き締まるのはもちろん、そもそも二の腕背中がたるまない体質に変わってきますから、今日も体の仕組み、解剖学を一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、よく視聴者の方からですね、ご質問をいただきます。結構ウォーキングとか人並みに運動をしたりとか、お食事の制限とかもしたりするんだけども、なかなか一回ついた背中のお肉が取れてくれないと。これには実は筋肉の機能的な連結というものが関係していて、この仕組み理解をすれば簡単に背中は細くすることができます。というのも人ってウォーキング、歩く動きであったりとか、階段の上り下り、もしくは何か荷物を拾ったり、常に何かしらの体ねじる動作の連続で生活をしているんです。この時に役立つのが体の前面と後面の筋肉のクロスラインの連結です。これは内ももの内転筋と脇腹の腹斜筋が対角線上斜めのラインでクロスに交差をしている。これが体の前の機能的な連結です。例えば左側に体をひねるときは左の内ももと右の脇腹がギュッと縮み合うことによってスムーズに体をねじっています。ですからねじった時に内もも腹筋にギュッと力が入る感覚がない人は、例えば腰でひねって腰痛が起きたり、うまく脇腹の筋肉が使えないから腰や背中にお肉が溜まってしまうという方が結構多いですね。これに対して後ろ側の筋肉の連結、この後ろ側の連結というのはお尻の筋肉から腰の胸陽筋膜という部分、腰の白い部分を介して反対側の背中の筋肉につながっています。ですから肩とお尻を近づけるような動作をすればこの機能的な連結をうまく使えるんですが、なかなかこんな動きをすることがなくなってますね。シンプルに胸を反らしてねじるというような動作になってきます。最大限この動きをしているっていうのはこの野球のピッチングの背中側を使っている段階だったり、バレーボールで背中を使ってアタックをする直前の段階という風に日常生活ではなかなか使うことがない動作をしないとうまく使えることができません。そして今の動き見てもらうと分かりますが、比較的体の前面の連結は使えるんですけど、後ろの連結っていうのはよほど意識しないとこんな動きしませんから、今日は簡単3ステップでこの問題を解決していきます。まずステップ1で背中側の連結がどれだけうまく使えているかのチェックをしていきます。そして2つ目に固まってしまった連結部分をしっかりとほぐすストレッチ。そして最後のエクササイズ、これがカエル足で万歳。この動きをすることによって背面の機能的な連結を強めて、そもそもたるまない背中というのを作っていきますから、今日も一緒に頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。反対側の足を手で掴んで、手は万歳、胸を反らしながらどこまでねじることができますか？反対側も行きましょう。しっかりと胸を張って万歳。この時にもし左右差があれば、それもコメントに書いて教えてください。ねじりの左右差とねじりにくさがストレッチをした後に解消されていれば、どんどん背中にの腕が引き締まっていきます。それではスタートです。まずは四つ前のポジションから背中を反らして、丸めて、ゆっくりと呼吸をしながら、背骨を全部柔らかく動かしていきます。できるだけ胸を反らすようなイメージで、顎は上げないように気をつけて、深く息を吐いて、ゆっくり吸って、呼吸と動きをつなげて、しっかりと背骨、一個一個柔らかく動かします。背中が柔らかくなればどんどん引き締まっていきますよ。繰り返しましょう。はい、今動きにくいところ、硬いところはないですか？そのままもう一つ大きく動かして、はい、今度はそのまま肘つきましょう。いけそうな方は手を頭の後ろです。このまましっかりと胸を反って丸めて、しっかりと反って丸めて、はい、呼吸をしながら徐々に背骨、特に胸を地面に押し付けるようにして、いけますか？徐々に背骨が柔らかく動くのを感じて、丸めた背骨をどんどん反らしていきましょう。反らすときに息を吸うと胸が広がりやすくなります。徐々に背中、肩甲骨まで意識して、肘とか膝が痛い人はタオルしっかり引いて、関節を保護してください。さあもう一息。OK。さあそのまま今度は手で膝を支えていきます。この状態で思いっきりねじっていきましょう。しっかりツイスト、戻す、ツイスト、
戻す。胸、胸椎を柔らかくねじっていきます。ここがねじれると背中や肩のこりも改善していきます。そして深くねじれることで自律神経の調整にも効果がありますから、睡眠も深くなりますよ。どうですか？睡眠が浅い方、寝てる時に目が覚める方、これ全然ねじれない方とっても多いですから、今の柔軟性しっかりと確認していきましょう。深く吸って吐いて、吸ってもう一息、ラスト。 OK、 反対側行きましょう。はい、自分の膝を軽く触ったまま、このままツイストを深めていきます。どうぞ。はい、このまましっかりと胸をひねって、よいしょ。深く息を吸って吐いて、吸って吐いて。呼吸のタイミングはどちらでもいいので、やりやすいタイミングで。ただ絶対呼吸は止めないように。いいですよ。しんどい時は休憩してもいいし、肘曲がっても大丈夫。選んでください。自分のできる範囲で調整していきます。無理はしないで、でも昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。いいですよ。その調子。もう一つ深く呼吸をしながら。ナイス。はい、いいです。さあ、ではこのまま足を曲げていきます。お尻のストレッチ、片足カエル足。はい、このまま膝胸を近づけて起こす。じわーっと近づけて起こす。お尻が伸びてますか？ここの柔軟性すごく大事です。お尻から背中にかけて筋肉の連結がありますから、お尻から背中のラインにつながっていく胸腰筋膜のライン、しっかりと柔らかくすることによってヒップも上がるし、背中も締まります。全身の筋肉はつながっていますから、意識をしながら伸ばしましょう。常に筋肉と会話をしてください。さあ、もう一息、胸膝が近づいて、ここが伸びる。 OK、 バッチリ。入れ替えましょう。この逆足を前に置いて、よいしょ、胸と膝を近づけに行きます。よいしょ。ストレッチは止まってでもいいですし、動いた方が伸びそうだったら動いてもらってもいいです。自分の感覚をしっかりと感じながら、で動いてほぐれてきたなと思ったら、そこでキープしてもいいですからね。心地よく呼吸をして吸って、お腹と膝を近づけるように。どこが一番伸びてますか？角度変えると結構伸び感変わりますよね。それが大切。気づけた方は素晴らしいです。はい、 OK。 でそのまま足を横に開いてカエル足。はい。で肘ついたらお尻を後ろへ引いていきます。へそを引っ込めながらぎゅーっと後ろ、内ももを伸ばしていきます。でいっぱい吐いて吸って吐いて吸って、下腹薄く、呼吸は深く。いいですよ。内ももの筋肉が喜んでいます。伸びてる筋肉をしっかりと感じましょう。はい、そうするとこの時しっかりと股関節が動き、ヒップもプリッと上がっていきます。さあ、そのまま繰り返してください。ナイス。伸びてますか？内もも左右の伸び方に違いはないですか？伸びにくい方とかがあったら、そっちにちょっぴり体重かけて。はい、 OK。 それではこの足を伸ばして一人でナイキのマークになったような気持ちで、はい、この脇腹伸ばしていきます。ではあえて内巻きにしておきましょう。はい、横っ腹伸びてますか？呼吸をしながら吸う息であばら骨がぐわーっと広がっていくような感じです。吸う息でしっかりと脇腹あばらが伸びて広がる。吐いて。普段使っていない腰回りや背中のお肉をしっかり使っていきます。胸の向き、この時も真横や上、もしくは少し横の方向、向きを変えながらどこが一番伸びるか探してみましょう。気づきを持てる方はどんどん体が変わっていきます。いいですよ。ナイス。今度反対側、足組み替えて逆側です。はい、少し胸反って横っ腹、脇の下からお腹の横までストレッチ。
胸の向きは上や正面、そして横、いろんな方向を変えながら一番伸びるなってとこでキープです。ちなみにこれ体の歪みやお肉のつき方に左右差がある方は片側だけが硬いっていうこと結構ありますからね。皆さんどうですか？もしね硬い方とかなんか気づきを得た場合はぜひコメント欄の方に書いて覚えるようにねしておいてください。そうやって書いておくとしっかり自分の体を見つめ直すことができるのでどんどん新しい気づきが増えていきますよ。ラスト。はい、 OK。 それではここから一度脇を締めてゆっくりと上向きの犬のポーズ、胸を反らしてお腹の前のストレッチ。ここでキープをします。この時つま先膝が内側向く人はお尻が横に広がって垂れやすいです。できたらまっすぐ真下、もしくはちょっぴりカエル足ガニ股気味にするとお尻がギュッと締まるの分かります？これが大切。しっかりとカエル足にするとお尻がギュッと締まって背中も引き締まっていきますね。つながっているんです。ただこれが苦しい時は力抜いてもいいですからね。選んでください。これが終わったら最後の1種目、カエル足バックエクステンション。いいです。では最後です。万歳しながらカエル足。かかと同士をくっつけてこのままで上げていきましょう。ほっほっ。最後がきついけど頑張りましょう。ここまで続いたあなたは偉い。もう一息。これで背中が締まります。二の腕も締めたい方、いけそうやったら肘を伸ばす。しない。一緒に頑張って。もうちょい。辛い時は休んでもいいから。昨日よりも1ミリ成長しましょう。さあ、あともう少し10秒切りますよ。10秒切った。最後、ラストスパート。あと一息。オッケー、お疲れ様です。どうでしょうか。最初よりも体がしっかりとねじれるように変わってきていると思います。この動きがしっかりとねじれるようになってくるとどんどん背中や二の腕は引き締まっていきますから、日々のチェックにも入れてみてください。このように体の仕組み解剖学を学べば今よりも確実に、そして最短で美しく健康に体が変わります。本気で体を変えたい方は概要欄の方からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験してみてください。皆さんからの質問にも回答しているライブレッスン定期開催していますからお会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。